まずは今回届くのがシーチングのまず縦でやったらこう横にです。黒川さんのロータリーカッターはこう2種類あるんですけれども、ミシンの糸調子でお悩みの方も多いと思うんですけれども、こちらね。こんにちは、ネジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。よかったらチャンネル登録の方をしていただいて、最新動画の方もチェックしていただけると嬉しいです。シーチングは縮みがあんまりないんですね。布の縮みがないので、そのままアイロンをかけてスタートできますが、念のためですね、アイロンをする時はこう霧吹きとかスチームなどでアイロンをかけて、まずこの地直しをしてからスタートします。シワがね、届いた時にシワがついてるといけないので、ここからスタートしてください。で、地直しをする時はまずアイロンを中温に設定します。アイロンの裏が汚れてるかもしれないので、裏面の方がいいかもしれないですね。で、こんな感じでこう布目に合わせてアイロンを当てていきましょう。こうまず縦でやったらこう横にですね、こう斜めにやらずに、最初はこう布目に沿ってやるとこう地直ししっかりと布がねまっすぐ整っていきますので、まずこれからスタートしていきます。裁断した後にこう霧吹きをやってしまうと、シーチングでも万が一ね縮む場合もありますので、常にねこういう作業を最初にやるといいですよ。手間なんですけれども、やっぱりね手作りは手をかけるということで、こう手間が必ずかかってきますけどね、面倒くさがらずにやってみてください。今回こちら紹介しているこのアイロンはですね、 DBK のドライアイロンになってるので、裏面に穴が開いてないタイプになってます。でもうね、この型番はすでにもう廃盤になってるのか、どこを探しても今売ってないんで、水色の色違いが販売されてるようですね。それでは裁断スタートしていきたいと思います。今回使用しているこのマットの方はオルファから出てる A2 サイズになってます。A2 サイズはちょうど机のデスクマットと同じサイズなので、これ一つあるとすごく便利じゃないかなと思います。こちら広げると長細い。おお、これすごい。黒川さんのロータリーカッターはこう2種類あるんですけれども、私はメインでこちらの方を使用しています。こちらは 48mm タイプで、バッグとか作るときはこのタイプの方がいいかなと思ってます。で、こちらの小さいタイプは本当に小さい布を切るときに便利かなと思いますので、こちらは必要に応じて揃えるといいかなと思います。やっぱりこの大きいサイズが私は個人的におすすめしています。あとこちらのシースルーのこうスケルトンになっているタイプ、ロータリーカッターで合わせるときに便利なのがこの定規の厚みになります。薄いタイプでやるとどうしてもこう刃が乗っかってしまうので、このエッジの部分に刃が当たってやると、これを使うようになってから、私はここに刃が乗ることはなくなりました。例えばこういう薄い、同じクロバーさんなんですけど、薄いものでやるとですね、こう厚みがねだいぶ違うのがわかるかなと思うんですけれども、これでやるとどうしても刃がこう上に乗っかってしまって、このロータリーカッターもこの定規も傷がついてしまって、でロータリーカッター特に刃が命になってますので、あんまりこういう薄いものではやらない方がいいかなと思います。できればね、100円ショップでもこういう厚みのある定規売ってますので、探してみるといいかなと思います。私も最初は定規の方は100円ショップで揃えてました。参考にしていただけたらと思います。で、こうストライプを切るときはこうやってロータリーカッターでシューって切るんですけど、そうなった時にストライプの位置がこうずれる時があるんですよね。で、ずれないようにそれはちょっと目視で確認しながらストライプの線に合わせましょう。ミシンの糸調子でお悩みの方も多いと思うんですけれども、こちらね、数字が大きくなると糸が強くなったりとか、数字が小さくなると糸が弱くなったりってするんですけれども、こちらの自動糸調子っていうのは上糸を基準にしていますので、下糸が釣れてるなっていう時は上糸も同じようにして強くする必要があるので、数字を大きくしてください。このプラスっていう風になってる方に上げてみてください。
で逆に今度は上糸が釣れてるなっていうね一本の線になってる時は上糸を弱くするために数字を小さくしていきます。この自動糸調子っていうのはミシンが自動的に設定してくれるわけではないので、布に合わせてご自身で調整する必要があります。このミシンもですね、使い始めてちょうど5年ぐらいになるんですけれども、使っていくうちにですね、少しずつ調子が狂ってくるので、私はだいたいこう糸をこのぐらいに、この糸調子の部分をこの調子にしてみたりとか、こう布に合わせて必ず確認するようにしています。なのであんまりねここの状態で進めることはないんですけれども、皆様もお手持ちのミシンで自動糸調子がついていてもですね、まずこう手動でやるんだっていうことを頭に入れておいていただけたらと思います。初めに三角に切っておいて、で、端めがあるときは端めを手前自分側にしてください。この状態で平らなやつを入れていくと出てきたときにはもうこう整ってます。細さは出来上がり9ミリから1センチぐらい、1センチ以内です。でここがこう曲がっちゃうと最後まで影響しちゃうので、ここを整えておいて、まずは針刺してから押さえも違いますよね。買った時にはこの押さえとこれとこのネジと板がついてきます。セットになってで別売りにこのレベルプレートっていうのが別売りで1000円ぐらいであって、これをつけることによってこの段差の解消と、あとはこう開閉の時の傷を防ぎます。はい、でこの状態で縫っていきます。縫っていくと状態です。すごい。返し縫いも返し縫いをここで縫い始めの返し縫いを